皆様ご安全に。溶接の資格で E 種1級という資格はご存知でしょうか。石油学会が溶接協会に委託をしている資格の一つです。こちらの資格は全国の海岸沿いにある石油タンクや休憩タンクなどといったタンク本体を新規で建設する際に溶接したり、補修溶接を行う際に必ず必要になる資格証となっております。今回は E 種1級のことに関して詳しく解説します。25mm のレベルの取られた鋼材は高張力鋼で V 回先で仮付けを行います。一度の試験で下向き、立ち向き、横向き、上向きの溶接を行い、裏当てが根がない試験となりますので裏波溶接を行います。新規試験の際は4姿勢の溶接を行いますが、3年に一度の技能試験の際には上向き溶接のみの試験となります。また新規試験の際に惜しくも上向き溶接が不合格となった場合に限り E 種2級という資格に降格します。上向き以外の姿勢が落ちてしまうと不合格になってしまいます。 E 種2級に降格した場合に限り進級試験があり、上向きの試験を行い合格することにより E 種1級に進級できます。こちらの資格を受験するにあたって最低条件が溶接協会のアーク溶接の基本級を持っていることが条件で、 E 種1級の新規 FVHO の料金が63,052円プラスその建数料、 E 種1級の新級更新試験王の料金が18,788円プラスその建数料と、鋼材の厚さと4姿勢ということもあり受験費用も他の資格よりも高価です。溶接協会の試験では曲げ試験を表面と2面で行いますが、 E 種1級の試験の曲げ試験は側曲げを2箇所、刃面検査を1箇所行います。従来通りの試験では試験片中心部で棒のつなぎを行えましたが、こちらの試験では中心部で刃面検査を行うため中心から少しずらした場所での棒のつなぎを行うようにすることが必要です。なぜこのような資格が必要かというと、高張力鋼の資格は溶接協会では扱っていません。そのため石油学会が溶接協会に委託して資格証を発行してます。また石油や高圧ガスを貯蔵する大型の石油タンクや休憩タンクは危険物保安技術協会、高圧ガス保安協会といった協会による厳重な検査を合格してタンクの稼働が許可されます。大型の貯蔵タンクが火災や爆発、油の流出などした日のことを想像してみてください。とっても怖いですよね。それらの事故を未然に防ぐため厳重な検査を行い続け、最終的に協会の方に立ち会いを行ってもらいます。国や県、消防などから委託されている協会は溶接施工確認試験を行っており、タンクの施工を行うタンクメーカーは各鋼材の種類、回先形状、鋼材の厚み、溶接姿勢などさまざまな条件別での確認試験に合格した上受注を行っています。鋼材 SS400、板厚 9mm、V 回先付き合わせ溶接、T クロス部あり、移材溶接あり、炭肉溶接ありなどの条件の現場では V 回先付き合わせ溶接の下向きの確認試験、 V 回先付き合わせ溶接のクロス部の確認試験、 SS400 と異なる鋼材の下向きの溶接の確認試験、 V 回先付き合わせ溶接部と炭肉溶接のクロス部の確認試験に合格していることが条件となります。溶接棒別にもそれぞれの確認試験を行わなくてはいけないため、タンクメーカーが長年かけて取得されたこれらの合格証は資産とも呼ばれているそうです。なぜ資産になるかというと、一つあたりの試験に対する費用がとても高価になってしまうからです。一つあたり数百万、これは個人では取得は無理ですね。各タンクにはさまざまな鋼材が使われていて、必ずしも高張力鋼が使われているわけではないですが、高張力鋼を使用しているタンクが多いことと、各鋼材に対しての溶接工を探すのは容易なことではないため、タンク溶接に携わるには必ず E 種1級が必要となってきます。 E 種1級を取得後、私たちの界隈ではスタート地点と呼んでいます。さまざまなことを学び、環境が整った場所で学ぶことによってより良い溶接人生を送ることができると思います。
ご視聴ありがとうございました。もし医師の仕事が気になった方は、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。